ねえならこの感じ。これもいいですか？渋谷みたいな。手でいっちゃっていいよね。ティーをゲットしました。綺麗に電車がめっちゃいるんだけど。すごい風を切って。美味しい。これアンジちゃんなんで裸足なの？さあ、初のスリランカ街歩きじゃないですか。初ですね。ねちょいと緊張しますか？うん昨日見たコロンボの感じちょっと緊張しそうねますが、でもすごい涼しい気候はすごい涼しくて、ね。歩きやすいで歩きす。やすここのホテルのオーナーさんはめちゃくちゃいいです。いね。もう常にこういう感じだよね。ね表すならこの感じ。無邪気だよね、少年のような。いつも鼻歌歌ってこんな感じ。本当にこんな感じ。こちらがキャンディーレイクです。人工の湖らしいこのそうなんだ。キャンディーレイクは。こちらはおそらく2日後か3日後のベサック祭りの準備をしていると思われます。ブッダの入滅を記念するお祭りらしい。多分2番目ぐらいに大きい、1年間に1回しかないお祭り、スリランカのあの辺のエリアとかで屋台とかでね。フリーのご飯とかももらえたりするってね。小さめの湖みたいな。映画じゃない？もしかしてデッドプールがやってるぞ。私こういうの無理だ。酔うんじゃない？物価事情調査。ゲームセン物価事情は水とゲームセンターで判断できます。絶対ゲームセンターはみたいな。あ、300で3トークン、150円で3トークン、50円で1回です。スーパーで品揃えのものが全然違う。違うね。そしてこの匂い日本からものが売ってないの。結構オリジナルなものが見つけたそうです。何かを。これはレモンのクッキーサンドです。美味しそう。嘘買いましょう。と、結構買いたいお菓子がいっぱいあるんですか？そうなんです。ちょっと持ってってもらえますあ、か？はい、これもいいですか？いいですよ。こっちだ。70円。まあでも一緒ぐらいだな、東南アジアと。じゃあ何を買ったか見せてください。はい、という品です。まずこちらがレモンサンドクッキー。レモンサンドクッキーです。マリバンっていうところが多分オリジナルブランドで、ここのレモンサンドクッキーとジンジャービスケットを購入しました。あ、これもマリバンなの？あ、これは違うところか。この2大お菓子会社ね。会社があるっぽくて、それぞれのクッキーを買いました。でもいろんな種類があったね、他にも形が。あとはこちら、これはアーユルベーダのティーらしくて、12種類のハーブがブレンドされてる。本当だ、めっちゃ。生姜湯みたいな感じですね、味は。になんかちょっとスパイスを足したような味らしい。アーユルベーダって？アーユルベーダは主にインドとスリランカ発祥の伝統的な医療で、WHO もちゃんと公式に認めてる予防医学、日々の食事とかマッサージとかヨガとか瞑想とか、そういうのを通して病気に負けない体を作るみたいな医学らしくて、アーユルベーダのなんかそういうクリームとかいろいろあるんだ。そうそうそう、そういうホテルとかもあるらしい。アーユルベーダを体験する食事とかマッサージとかスパとか。いいですね。ご当地のものをいっぱい買えましたね。ちょっと楽しい感じじゃないこれ？ちょっと楽しい感じになりましたね。あ、何ここ楽しそう、パン屋さん。ここは2階が紅茶が飲める。あ、そうなんだ。これめっちゃ可愛くない？かわいいね。いろんなチャイニーズグリーンティーとかも。いいじゃん。活気がある。渋谷みたいな感じ。わかる。こちらのキャンディーは世界遺産だもんね。そうだね、街が。聖なる都市、聖地キャンディーと言われております。なぜ世界遺産に登録されているかというと、メインのお寺としてはブッダの歯がね収められてる仏師寺っていうのがあるんだけど、このキャンディー全体が世界遺産には登録されてて、植民地支配が始まるギリギリまでスリランカのシンハラ王朝っていう王国っていうのが残ってて、スリランカ独自の文化っていうのが保存されてる。コロンボとかやっぱ西側は結構早めにポルトガルとかオランダに植民地支配されてたらしいんだけど、ここはシンハラ王国が残ってて、最終的にはイギリスによってスリランカ全土が植民地支配されちゃうんだけど、スリランカ文化が残る町としてこちらが登録されております。解説ありがとうございます。パン屋さん。本当だ。パンだらけだけどコンビニとかは全くないな。独自のあれがすごい発展してるんだろうね。植民地支配が終わった後もここは民族対立で内戦が起きちゃってましたが、
それも今一応収束はして戦争状態ではなくなってる。ただまだやっぱり観光業に頼りきってるっていうので、コロナとかいろいろ相まって2022年には経済危機を迎えたらしいです。今はとっても活気のある街に復活してますね。これさ、ベサックポーヤだからさ、旗がね、仏教の旗か。いろんなとこにあるよね。この仏教は仏教全体で会議が開かれた時に公式にこの旗にしようっていうのがスリランカで採用されたらしい。だからこんなに多分掲げてる。色がすごい重要らしいんだけど、隣の人が持ってる傘とか同じ色合い。昨日ホテルで貸してくれた旗もそうだ。そうだったよね。テラボジュンハラ、これっぽい。揚げ餃子みたいなやつ美味しそうだね。美味しそうだね。Thank you。160。80円。80円。美味しいかも。もう手でいっちゃっていい俺。辛いんですけど。辛いんですけど。もらえる。頑張ってな。頑張ってた。そう、馴染めてなかったか。Thank you。これは食べやすい。ナイスチャレンジ。ね、ナイスチャレンジ。本当器用に食べてる。何を買ってきてくれましたか？はい、今回買ってきたものをご紹介します。はい。まずこちら、野菜のドーナツみたいなやつ。こちらは30ルピーなので15円。15円です。そしてこちらもなんか餃子みたいなそういう揚げ物。こちらは50ルピーなので25円。25円。そして最後のこちらの紅茶。こちらは30ルピーなので15円。こちらトータル55円。バグってる。うわ、めっちゃ美味しい。めっちゃ美味しい。これ西洋美味しい。美味しい。甘っ。めっちゃ甘い。全部で160円今。これは最高級で安いね。このお店がだろうけどね。今日はベサックポーヤというブッダの入滅とか誕生とか祝う1年に一度の日です。The Vesak already started? Okay. ホテルのフロントの方からベサックは始まっていると聞きました。5月の満月の日に行われる街中をランタンで灯したりするらしいです。で、街の中にはフリーフードを出す屋台とかがあるらしい。ちなみに今日はアンズちゃんが体調が悪いようなので一人で流し歩きとなっております。ここはフリードリンクかな。Thank you。ティーをゲットしました。こちらはメイン通りですが曲が流れております。スリランカフードをいっぱい買い漁ってます。これが声優のヨーグルト。声優のヨーグルトは超酸っぱいらしい。チキンのクリーミーなものですね。あとはこのマギーっていう袋麺とチョコクリスピーみたいなやつかな。アユールベーダティーを買い足します。ランタンに光が灯り始めてますね。結構建物がライトアップされてる。大きくは変わってませんでしたね。お昼とすごい綺麗な街並みが真っ暗すぎるんで一人歩きは危ないかなと感じたのでバナナだけ買って帰ってきました。シーンもすごい綺麗に電飾が飾られてます。さあ今日もあんずちゃんは寝込んでおります。ですのでまた一人でお使いに行きたいと思います。猿がいます。めっちゃ猿がいる。あそこにあそこにも3匹4匹めっちゃいるんだけど猿が。
アンズちゃんの体調はだいぶ熱が下がってきて回復傾向に。あと一昨日発熱して昨日もずっと熱があって、でも今日は復活してもう解熱もしてるからまあ多分ちょっと移動とかが多くて疲れたのかなっていう感じです。ずっと雨です。キャンディーは永遠に雨降ってる。5月のスリランカの中部とか寒気って言った人誰ですか？お久しぶりのアンズちゃん登場ですどうしました？すごい風邪をひいてしまったすんごい風邪をひいたよね。2日間も熱がきてねえ、なかなか下がらなかったね、大変だったね。風邪はよくひいたりするけど、夜に熱が出て、次の日の朝にはだいたい熱は引いてるから、そんな2日間も熱が38度が下がらなくてめっちゃ心配になって心配だったね。めっちゃ心配になった。いや本当旅行保険は入っていてよかったなって思うが、いつでも病院に行こうと思えば行ける。でか、またこれあれじゃない、オオトカゲじゃない？キャンディー最終日です。最終日です。街歩きとしては実質2日目。キャンディーには1週間いましたが、基本ずっと体調を崩してました。だからお休みしたね。シギリアとかヌアラエリアとかはまた次回だね。シギリアはちょっと行ってみたかったからまた来る理由ができた。雨季じゃない時に来よう。そうね、やっぱ雨の関東は嫌だね。やだね。ずっと雨だった。休んでた5日間もう本当にずっと雨だったから今日はようやくなんかちょっと晴れ間が見えてます。生鮮食品系のマーケットか。My one is basmati. The long rice, you know basmati? めっちゃいいとこ。そうじゃん。うわ、美味しい。美味しかったです。美味しかった。またオムレツがどう？美味しい。ああ、美味しいチャイ。甘さ控えめじゃない？日本で飲むチャイって言われるね。ちょうどいい。セイロンティー、それは違うの？紅茶は種類によって全然味が違いますよ。飲みやすいの？そう、セイロンティーはすっきりしてて飲みやすい。苦味がないからうん、確か喉にスッと入る。すごい。めっちゃいいじゃん。それではシギリアに行けなかったので代わりにムッシジに来ました。マスクをつけてるのは今ちょっと大気汚染がバスが黒煙を上げて走っているからです。こちらのブッシジというお寺ですね。はい。やっぱりキャンディーの街の中で一番の歴史が詰まっているお寺。この前のベサックの日とかすごい人がたくさんいた。夕方からプージャーっていうね礼拝の時間があるんだけど、今はその時間でもないから比較的空いております。このブッシジっていうのはその名の通り紀元前4世紀頃に亡くなったとされているブッダの歯が収められていると。やばい。雨が降ってきた。降ってまいりました。はい。まずは入って右奥側にあるねチケットオフィスで買わないといけないらしいです。ね、ブッシジの中に入りました。こちらが綺麗な模様が描かれております。さっきの続きだけど、仏の歯がここにあって、直接見ることはできないんだけど1日3回そのプージャーっていうのが行われて、その時には見れるようになるらしい。こんな感じに豪華になっています。こちらは象の牙。象牙。2階が、その物資があるところらしい。じゃあ2階に行くか。でその物資は最初はインドにあったんだけど4世紀頃にスリランカのシンハラ王朝にもたらされた。インドは結構戦争とかをしててちゃんと保管しておかなきゃっていうのでスリランカに送られた。でスリランカも首都が大きく、3つか4つぐらいこう時代とともに遷都してるらしいんだけど、最終的にこのキャンディーの場所がイギリスに植民地化される前の最後の首都だったからここに今も保管されてるらしい。だからその首都に毎回物資寺っていうのはあったら
らしい。なるほど。スリランカはその新原王朝っていうのがもう紀元前から紀元後のその植民地化される1600年ぐらいまでずっとその新原人が治めてる王朝っていうのが続いてたらしい。うんうんうん。人がたくさん、あそこの奥にあるんだね。あれ、姉ちゃんなんで裸足なの？靴忘れてきた。ダメージを負ってる。この一本道が綺麗です。ごめん、ごめんね。日本のバスがある奈良健康ランド、奈良プラザホテル。今ってどういう経緯でかなとかってきて、ここ私が行きたかったところってチョコレートプラネットです。わ、いいじゃん。